な状態を見たのは大体そうだね。こっちに来て第三セクターがいて富士市はさ、被害に遭ったんだけど、比較的その津波の被害自体も比較的他の南の方と比べたら多くなかったから、先に物資が回ってきたのよ。だから久慈市内なんか普通に買い物できたもん。だからそれでも限定とかさ、そういうのがすごいあって、なんか大変だなと思ったんだけど、盛岡の日で盛岡行った時に盛岡物がないそうなのって思って、久慈はあるのにって、人がいるとこより人がいないとこの方がいいんじゃないかなってちょこっと思ったね。でもガソリンにしても物資にしてもそうだけど、貯めちゃおうと思わなければあんなことにはならなかったんだと思うんだよね。あんまり危機感を、怖いっていう危機感また来て、物資が届かなくなったらとかガソリンがなくなったらっていうその危機感を持ちすぎて、あんな風に物がない状態になってる。多分みんなに行き渡る分くらいの物資はあったと思うんだよ。けどなくなったわけじゃん、実際問題は。うちはとりあえずだからそういうふうに走らないで、少しずつ少しずつあるものを食べて、ちょっと買ってはちょっと買ってはなくなったら買ってっていう感じ。反対って原発が1基でも事故の前ね、1基でも止まるような反対行動できたかって、そんなことはなかったから、容認してきた責任は取らなきゃ。国のせいだとか誰のせいだとかって責任転嫁しないで、容認してきた自分たちの責任を取っていかなきゃと思う。だからうちはね、確かに売り上げ落ちたけど東電には請求してない。それは俺なりの責任の取り方かなと思って。まあ変な話だけどね、自己満足なんだけどさ、当たり前のようにまあ生きて暮らしていくためには必要なことなんだけど、自分で何とかしなきゃ。誰も責任取れないじゃん。俺原子力自体は本当大反対なのね。けどさ、今反対って止まったとするでしょ。かかってるお金、それに携わってる全てのもの、人、どうなるの？その人たちの生活は誰がどう保障してくれんの？国が保障してくれんの？こんなに金ないのに。それはみんなで考えなきゃならないことだろうし。だから原発自体、原子力自体を俺反対なんだけど、なんかこう今反対運動してる人たちとちょっとだけスタンスが違うのかなって思う。だからデモとかにも参加しないしね時間がないっていうのもあるんだけど、俺は自分の目の見える範囲、手の届く範囲で行動していくっていうのが自分の行動理念というかさ。取っかかりはどうでもいいの。どうでもいいわけじゃないんだよ本当はねでも取っかかり自体はどうでもいい。本当に大切なのはそっから先でしょ。
原発事故どうしてはいいけど、今考えなきゃなんないのはどうするでしょどうしてじゃなくてね、そこをもっと本気になろうよっていうのがまあ俺のスタンスかな。俺は昔からずっとそういう考え方で生きてきたから、今震災が起きたから変わるわけでもなんでもないし、なんだろう、被災した人たちにはやっぱり諦めないで一生懸命やってほしいし、でも自分はそのほど津波にあったわけでもなんでもないから、被災っていう言葉は自分に使わっていいものかどうかよくは分かんないけど、まあそういう意味では俺は被災してないから本当に津波とかにあって亡くなった家族を持ってる人たちの気持ちは全然分からない。分かりたいけど、分かった途端多分自分の暮らしって今のことから外れてしまうような気がして怖い。シミュレーションはできるけどね、やっぱりなんだろう、本当にその気持ち分かるとかなんて絶対簡単に言えないことでしょ。だから分からないんだけど、どう言ったらいいんだろうな。とにかく何回も言うけど、続けること、環境がどう変わろうと生まれてきたんだから生きるべきだしっていう意味で何も変わらない。売り上げは落ちたけどスタンスはねこうあるべきだって。原発のことだってそう、昔からっていうか原子力自体を俺はあんまり好きじゃなくて、どっちだって言われたら反対派だったんだけど、今になって急にね事故が起こったからああだこうだって言う人たちがちょっと君たち本当はどうなのっていうところはあるね。じゃあ事故が起こんなかったら、福島がなかったら今まで通りずっとそうだったんでしょって、事故で初めて気がついたんでしょって。まあ気がつかないよりは気がついた方がいいのかもしれないけど、俺としてはやっぱりもうずっと昔からそういうスタンスで生きて暮らしてきたから、今更どうも変わりようがないっていうところかな。だからまあ良くも悪くも俺は昔から変わらず一昨年も去年もね大変だったけど現状維持、それだけだね。大きくしたいと思わないし、現状をずっと維持できるっていうのが理想。広げないで、小さくならないで。以上はい、ありがとうございます。とりあえず働けと。自分のやりたいことをやりたい仕事ってあんだろうけど、とりあえず働け、社会を知れ。俺の好きなアーティストでね、浜田省吾っていう人がいるの。浜田省吾がコンサートの時にこう言ったらしい。今はね30がやっと成人っていう感じだって。それを聞いて俺はなるほどな、そうだよなって思った。まあ確かに俺の時代も20で成人って何が変わるんだろうって思ってたけど、でもさらに今の子たちの20はどうなんだって思った時に、やっぱりこれじゃまずいよなって思うもん。だからとにかく社会を知る意味でもバイトでも何でもいいから仕事しなさいって。そうすれば
世の中の流れとかそういうことが分かってくる。そうするとおのずから自分が夢見ていたことが本当はどうなのかっていうことも見えてくるから。そして途中で諦めない。辛くて大変で、そんなのは当たり前、生きてるんだから。でもやっぱりそこを続けることで得るものっていうのは非常に多いから。っていうことぐらいかな、はい、あとはまあ頑張れなんだかよくわかんないけど頑張れ。